皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は Python の4回目、複数のデータを取り扱うと題して、データをきれいに見せるための書式指定出力、そしてユーザーから情報を受け取るためのキーボード入力について学んでいきます。これらの知識を総動員して、簡単な応用プログラムの作成にも挑戦しましょう。本日のゴールです。まず、リストを使って、複数回の測定値のような、たくさんのデータをまとめて扱えるようになります。次に、if 文というものを使って、条件によってプログラムの動きを変える方法を学びます。そして最後に、for 文を使った繰り返し処理で、退屈な作業をコンピューターに自動で実行させるスキルを身につけます。これらを通じて、より複雑で実用的なプログラムが作れるようになることを目指します。まずは前回の復習です。F ストリングを使えば、文字列の中に変数の値を埋め込んで、見やすい出力が作れるようになりましたね。また、インプットでユーザーからの入力を受け取り、int やフロートで数値に変換して計算に使う、という対話的なプログラムの基本を学びました。スライドの BMI 計算プログラムは、その良い例です。では、本日の最初のテーマ、リストです。なぜリストが必要なのでしょうか。リハビリの現場を想像してみてください。データを1回だけ測ることは少なく、ほとんどの場合、1週間の歩行距離や10回分の関節可動域のように連続したデータを扱います。もしリストがなければ、スライドのようにデータ一つ一つに別々の変数を用意する必要があり、非常に大変です。リストの作り方はとてもシンプルです。各括弧で全体を囲み、中のデータをカンマで区切るだけです。歩行距離のような数値のリストも、患者さんの名前のような文字列のリストも、同じように作ることができます。また、最初は中身が空のリストを作っておいて、後からデータを追加していく、という使い方も可能です。リストからデータを取り出すには、インデックスという番号を使います。インデックスは、リストの先頭から、0、1、2と自動的に割り振られます。リスト名の後ろに各括弧とインデックスを指定することで、特定のデータを取り出すことができます。注意点は、最初のデータのインデックスが、1ではなく、0であることです。間違えやすいので気をつけましょう。リストの便利な操作を2つ紹介します。1つ目はドットアペンドです。これは、リストの末尾に新しいデータを追加する命令です。リハビリの記録を日々追加していくようなイメージですね。2つ目は連関数です。これはリストの中にデータがいくつ入っているか、その個数を教えてくれます。データを追加する前と後で、連の値が変わっているのがわかりますね。次に、2つ目の大きなテーマ、条件分岐です。その基本となるのが if 文です。もし、この条件が正しければ、この処理を実行しなさいと、プログラムに指示を与えることができます。構文で非常に重要なのが、条件式の後のコロンと、次の行の時下げ、つまりインデントです。この時下げによって、どこまでが if 文の処理範囲なのかを Python に伝えます。if 文の条件式では、値を比較するための比較演算子がよく使われます。スライドの表にあるように、等しいかどうかを調べるイコールや、より大きいかを調べる大なり記号などがあります。特に注意してほしいのが、イコール1つは、代入、イコール2つが、比較を意味する点です。これはプログラミング初心者が非常によく間違えるポイントなので、しっかり覚えてください。if 文の具体例を見てみましょう。このプログラムでは、握力が 30kg 以上かどうかを判定しています。変数グリップアンダーラインストレングスの値が35なので、イコール30という条件を満たします。そのため時下げされたプリント文が実行され、基準値クリアです、というメッセージが表示されます。では、もしグリップアンダーラインストレングスの値を25に変えたらどうなるでしょうか。その場合、条件は満たされないので、このプリント文は実行されずに、if 文の外にある最後の行だけが実行されます。if 文とセットでよく使われるのが else です。これは、もしの条件に当てはまらなかった場合の処理を指定するものです。
もし条件が正しければこちらを、そうでなければこちらを実行しなさいというように、処理を2つに分岐させることができます。if-else 文の具体例です。歩行訓練で、目標距離を達成できたかどうかで表示するメッセージを変えています。この例では、実際に歩いた距離往復度アンダーラインディスタンスが目標ターゲットアンダーラインディスタンス以上なので、if の条件が満たされ、目標達成のメッセージが表示されます。もし往復度アンダーラインディスタンスが90だったら、else 以下の、あと少しでしたね、というメッセージが表示されることになります。では、条件が3つ以上ある場合はどうでしょうか。その時に使うのが elif です。これは else if の略で、最初の条件には当てはまらないけれど、もしこちらの条件に当てはまるなら、という意味です。if、elif、else を組み合わせることで、複数の条件で処理を細かく分岐させることができます。if、elif、else の具体例として、BMI の判定プログラムを見てみましょう。BMI の値に応じて、低体重、標準体重、肥満1度、肥満2度以上の4つのパターンに分けてメッセージを表示します。プログラムは上から順番に条件をチェックし、最初に当てはまった条件の処理を実行すると、残りのelifやelseは無視して if 文全体の処理を抜けます。最後の大きなテーマは、繰り返しです。その代表格がfor文です。これは、リストのようなデータの集まりから、要素を一つずつ順番に取り出して、同じ処理を繰り返したいときに非常に便利です。ここでも if 文と同じく、コロンと時下げインデントが構文の重要なポイントとなります。for文の具体的な動きを見てみましょう。この例では、患者さんの名前が入ったリストペーシャントアンダーラインネームズから、forループが名前を一人ずつ取り出し、変数ネームに代入します。そして、ループの中のプリント文で、その名前を使って挨拶メッセージを表示します。リストの中身がすべて処理されると、ループは自動的に終了し、次の行の全員への挨拶が終わりましたというメッセージが表示されます。決まった回数だけ処理を繰り返したいという場合には、レンジ関数と組み合わせると便利です。例えば、レンジ5と書くと、0、1、2、3、4という連続した数値を生成してくれます。これをforループで使うことで、スクワットを5回繰り返す、といったプログラムを簡単に書くことができます。i には0から4の数字が順番に入るので、表示する際には i プラス1とすることで、1回目、2回目と自然な数え方にしています。さて、これまで学んできた、リスト、条件分岐、繰り返しを総動員すると、リハビリの現場で役立つプログラムを作ることができます。例えば、複数回の関節可動域の測定値をリストに保存し、それをforループで一つずつチェックし、さらにif文で各測定値が目標範囲に入っているかを自動で判定して、フィードバックを返す、といったことが可能になります。こちらが、そのロムモニタリングプログラムのコード例です。まず、1週間の膝関節の角度をリストとして用意します。そしてforループで、そのリストから角度のデータを一つずつ取り出します。ループの中で、取り出した角度アングルが目標角度ターゲットアンダーラインアングル以上かどうかをif文で判定し、結果に応じて、目標達成、または、あと少し、というメッセージを表示しています。0という変数を使い、何日目の記録かをわかりやすく表示する工夫もしています。このようなプログラミングが、セラピストの仕事をどのように助けるでしょうか。まず、目で見て判断する手間が省け、作業が自動化されます。これにより、人間の見間違いといったミスを防ぎ、正確性が向上します。また、患者さんに対して、具体的で即時的なフィードバックを提示できるため、動機づけにもつながります。そして将来的には、蓄積したデータをグラフ化するなど、さらなるデータ活用の基礎となります。本日のまとめです。複数のデータは、リストを使ってまとめます。状況に応じて処理を変えるには、if-elif-else による条件分岐を使います。そして、リストの要素を順番に処理するなど、同じ処理を繰り返すには、for文が最適です。これらの構文では、コロンと時下げを忘れないようにしましょう。